いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマはドラグ調整を解説していきます。ドラグとは、魚の強い引きに対してリールのスプールからラインが一時的に滑るように出て、ラインや仕掛けを魚の引きで切られないようにするための機能です。太いラインを使えばラインは切れにくくなりますが、太くすれば潮の抵抗を受けてラインが流されたり、ラインの重さでルアーが思うように飛距離が出せなくなったりしてしまうなど、いろいろな弊害が出てきます。できれば釣りのスタイルに合わせてできるだけ細くできるのが理想です。今回のドラグ調整の授業を受けることによって、適切なドラグ設定ができるようになって、釣りに合わせた細いラインを選択することができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。ライン強力値の 20%、80% は摩擦抵抗など、ロッドの角度は45度、リールは絶対巻かない、ドラグ調整は手で覆う。それではこの5つについて解説いたします。ライン強力値の 20% について解説いたします。ドラグを調整する際の数値は、ライン強力値の 20% を目安として設定します。その元となる強力値は製品に表示されています。例えば、ナイロンライン1号の場合、強力値4ポンド相当となり、その半分で約 2kg、実際は 1.8kg となります。その 20% ということは 2kg で調整する場合、2kg×0.2 イコール 0.4kg となります。強力値10ポンドの場合は、その半分で約 5kg、実際は 4.5kg となって、5kg×0.2 イコール 1kg となります。測定する道具は、スケールなどを使うのがベストですが、ない場合は 500ml のペットボトルなどでも代用ができます。測定方法は、ロッドのティップ先端からラインを引き出し計測する方法が一般的ですが、ロッドのガイドを通さず、リールから直接計測する方法が正確です。ロッドの先端から引き出したラインで計測すると、実調においてベールのローラーやガイドの摩擦によって数値が変動してしまいます。80% は摩擦抵抗などについて解説いたします。ラインにかかる負担は次のようなものが挙げられます。ラインローラーの摩擦抵抗、ガイドの摩擦抵抗、ラインの傷、糸と糸の結び目、水中の障害物、スプール径の変化。ラインローラーの摩擦抵抗とは、ガイドローラーにベアリングが入っていますが、90度方向が変わることが若干の抵抗になってきます。ガイドの摩擦抵抗とは、魚がかかった時、ラインはガイドを通っています。スピニングタックルの場合、ガイドがすべてロッドの下側にあるため、ガイド自体に抵抗が生まれます。急に魚がラインを引っ張った瞬間、ラインに起こる抵抗はリールで発生する前にガイドで起こります。するとドラグ機能が働く前にラインが切れる恐れがあります。ラインの傷とは、ライン自体に傷が入っているかもしれません。するとその弱い部分に集中的に荷重がかかった場合、その部分から切れることを防ぐことができます。糸と糸の結び目とは、PE ラインなどでリーダーを使用した場合、途中でラインとラインを結ぶための結び目があり、結節強度とも言います。ラインにかかる負担のうち、引っ張る方向の負担に該当します。水中の障害物とは、魚が水の中で何かのカバー、障害物に回り込んでしまった場合、ラインが魚と障害物の間でどこかに触れてしまいます。その時に障害物に接触したことによる余分な荷重がかかることで、そこから切れる恐れがあります。
プール径の変化とは、キャストする前はリールのスプールにいっぱいのラインが巻かれています。ルアーを投げることによってラインが飛んでいくとスプールの直径が細くなります。すると一番太い段階で測っていたドラグ値は細くなったところで測ると上がっていきます。実際に魚とやり取りしているときは一番太いところで設定したドラグ値よりも上がっていることになります。これらのことを踏まえてライン切れ、ラインブレイクが起きないようにするためには、ドラグ設定はライン強度限界まで上げずに強度の 20% 設定ぐらいにしておきます。ロッドの角度は45度について解説いたします。魚がかかって沖の方に向かって走るときは、ロッドを真上まで立ててやり取りすると、魚へのプレッシャーは最大に上がってしまいますが、その反面、ラインへの負荷も最大に上がってしまい、ライントラブルを起こしやすい原因にもなっていきます。また、ラインとガイドの角度が大きくなることによって、ガイドの摩擦抵抗も大きくなってしまいます。しかも、ロッドを上げすぎると、魚が瞬間的に方向を変えたりした時に対応しづらくもなってきます。そこで、魚が力が残ってラインを引っ張っているとき、ドラグが出されているときは、ロッドを45度ぐらいの角度に止めて、魚が走るのを待ってあげるようにしておきます。リールは絶対巻かないについて解説いたします。魚がじりじりとラインを出しているときは、絶対にハンドルを巻いてはいけません。魚は寄ってこなくラインが巻かれていない状態で、リールのベールだけがスプールの周りをぐるぐると回転することになります。すると、どのような現象になるかというと、ライン自体がぐるぐると回り、ラインによれが溜まっていきます。よれが溜まると、キャストするときにラインがガイドに絡んで、道糸の途中から切れてしまう、高切れを起こしやすくなってしまいます。ドラグ調整は手で覆うについて解説いたします。どうしてもドラグを止めないといけないときは、ドラグを締めるのではなくて、リールを外側から手で包み込むようにスプールを若干押さえてあげます。そしてロッドと一緒に少し持ち上げてあげます。そうするとドラグが滑り出しません。その後、魚が引っ張ったら緩めてあげます。リールを巻くときはポンピングといって、魚がかかったときに竿先を上下させながらリールを巻いて魚を浮かしていきます。竿先を持ち上げて魚を上へ引っ張り上げ、次の動作で竿先を下げながらリールを巻き、下げた分道糸を巻き取ります。この動作を繰り返して魚を上へ上へと引っ張り上げていきます。魚も体力があり、永遠に走り続けるわけではありません。ラインが引き出されるのを乗り切るまでドラグをフル活用して耐えましょう。今回のまとめです。ライン強力値の 20% を目安としましょう。残り 80% は摩擦抵抗、ラインローラーの摩擦抵抗、ガイドとの摩擦抵抗、ラインの傷、糸と糸の結び目、水中の障害物、そしてスプールの径の変化などにより、絶えずラインへの負荷は変化しています。魚とのファイト中のロッドの角度は45度。ラインに負荷がかかりすぎるため、真上まで上げないようにしましょう。ラインが出ている間は、リールを絶対に巻いてはいけません。リールを巻く必要があるときは、ポンピングを活用して、ロッドを下げた分の糸を巻き取りましょう。ドラグが出されて魚が潜られてしまいそうな場合は、ドラグを締めるのではなく、スプールを手で覆うようにして若干固定し、ロッドと一緒に持ち上げましょう。最後にドラグも含めたリールの保管方法を紹介いたします。釣りをしていないときはドラグを緩めておきましょう。自分ルールで設定したドラグ位置から1回転緩めておくと、次回使用するとき
1回転させることでほぼ前回と同じドラグ値になるため、微調整で済むようになります。今回の授業は以上となります。ドラグ調整の授業が今後の超過アップの手助けに少しでもなれれば嬉しいです。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける釣りの授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ここまで見ていただきました方へ特別な告知がございます。釣りって学べるのサブチャンネルとして遊びって学べるを始めました。名前の通り遊びを通じて学ぶことを目的としたチャンネルを予定しています。まずは35年ぶりにミニ四駆にチャレンジしてみたいと思います。ミニ四駆創世期世代の私が心機一転、子供のためにゼロからチャレンジしています。釣りって学べるをご覧いただいている方で同じ趣味を持たれている方、もしくはミニ四駆に興味を持たれているお子様がいるパパ、ママがおられましたら概要欄にリンクを貼っておりますので、ぜひ遊びに来られてください。